こんにちは、あやはれです。今日は鍋の具材をカットして冷凍しておき、平日の晩ご飯として5日分作り置きします。作り置きといってもカットして1食分ずつ分けて冷凍するだけ。食べるときは鍋にだしと具材を入れて火にかけたら完成です。食べたい時にすぐ食べられて洗い物も少ないので平日の夕食が本当に楽になります。ダイエット中の献立を考えるのが面倒な方、平日できるだけ時間をかけずに食事したい方はぜひ作ってみてください。野菜の冷凍保存にはスタッシャーの M サイズの保存袋を使用します。白菜を大量に使うのでできるだけ大きな保存袋を使うのがおすすめです。私は大きめの保存袋をあまり持っていないので L サイズの保存袋も併用しながら冷凍していきます。肉の保存にはダイソーの小分けパックを使います。1食分ずつ小分けして冷凍していきます。オクソーのサラダスピナー、野菜の水切りが甘いと冷凍した時に大きな塊になってしまうので、押すだけでしっかり水切りができるサラダスピナーはとても便利です。土鍋は長谷園のかまどさんです。容量 1.5 リットルの2人用なので1人鍋には十分な大きさです。容量1リットル前後のものがあれば今回のレシピでは問題ないと思います。きのこと野菜をカットして冷凍保存していきます。ニラ、もやし、えのきをミックスしたものを2食分と、しいたけ、水菜、長ネギをミックスしたものを3食作って、最後に白菜を追加していきます。まずはきのこをカットして5食分に分けます。しいたけは石突きを落として傘と軸に分けます。硬い軸は細かく刻んでおきます。2つずつ保存袋に入れます。えのきだけは石突きを落としてほぐしておきます。3食分に均等に分けて保存袋に入れます。水菜は5センチ幅にざく切りします。水洗いをしてしっかり水気を切っておきます。しいたけの入った保存袋に3食分に分けて入れます。長ネギは斜め切りします。水菜を入れた保存袋に3食分に分けて追加します。ニラは5センチ幅にざく切りします。もやしはカットせずに水洗いするだけで大丈夫です。よく水気を切ったらえのきの入った保存袋に2食分に分けます。白菜は2分の1玉分をすべて3センチから5センチ幅のざく切りにします。水洗いしてしっかり水気を切ります。保存袋に入る分だけ詰めて、入りきらなかった分は別の保存袋に入れて冷凍しました。肉の冷凍保存をしていきます。鶏もも肉を一口サイズにカットしていきます。鶏肉は胸肉を使うことが多いですが、もも肉は鍋に入れるといい出汁が出るので、今回はもも肉を使っていきます。1食あたり 150g ずつ3食分冷凍します。
豚肉は1食あたり 100g ずつ2食分冷凍します。鍋に水を 200cc、 酒小さじ2、鶏ガラスープの素小さじ1、醤油小さじ1/2、塩少々入れて軽く混ぜ合わせておきます。白菜 200g、 椎茸、水菜、長ネギをミックスしたもの、鶏もも肉 150g。 蓋をして中火で加熱して、すべての具材に火が通ったら完成です。煮立ったタイミングで固まっている具材をほぐすようにしてください。このタイミングで忘れていた豆腐を 100g 追加します。鍋に水 200cc、 酒小さじ2、味噌大さじ1/2、白すりごま大さじ1、軽く混ぜ合わせておきます。白菜 200g、 ニラ、もやし、えのきをミックスしたもの、豚ロース切り落とし 100g、 豆腐 100g。 蓋をして中火で加熱し、すべての具材に火が通ったら完成です。煮立ったタイミングで固まっている具材はほぐしておいてください。鍋に水 200cc、 酒小さじ2、生姜チューブ4センチ、みじん切りしたニンニク1かけ分、もしくはニンニクチューブ4センチを入れてください。鶏ガラスープの素小さじ1/2、塩コショウ少々入れて軽く混ぜ合わせておきます。白菜 200g、 椎茸とえのき、水菜、長ネギをミックスしたもの、豚ロース切り落とし 100g、 豆腐 100g。 蓋をして中火で加熱し、すべての具材に火が通ったら完成です。煮立ったタイミングで固まっている具材をほぐしておいてください。鍋に水 200cc、 酒小さじ2、醤油小さじ2、みりん小さじ2、顆粒和風だし小さじ1/2、軽く混ぜ合わせておきます。白菜 200g、 椎茸、水菜、長ネギをミックスしたもの、豚ロース切り落とし 100g、 豆腐 100g。蓋をして中火で加熱し、すべての具材に火が通ったら完成です。煮立ったタイミングで固まっている具材はほぐしておいてください。
ニンニクは1かけ分スライスして、鷹の爪は輪切りにしておきます。鍋に水 200cc、 酒小さじ2、鶏ガラスープの素小さじ1、醤油小さじ1、みりん小さじ1、味噌小さじ1/2、軽く混ぜ合わせておきます。白菜 200g、 ニラ、もやし、えのきをミックスしたもの、鶏もも肉 150g、 豆腐 100g、 ニンニクスライスと鷹の爪の輪切りを入れます。蓋をして中火で加熱し、すべての具材に火が通ったら完成です。煮立ったタイミングで固まっている具材はほぐしておいてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。以前動画のコメントで鍋の素を使わない理由はありますかという質問をいただきました。理由は2つあります。一つはダイエットを機に何をどれぐらい食べているのかできるだけ把握するようにしているからです。そしてもう一つは節約のためです。出汁を作るのが面倒であれば市販の鍋の素を活用するのはありだと思っています。自分で作るのと市販の出汁を使うことがダイエットに与える影響はそんなに大きくないと考えています。大事なのは自分が無理せずできることから習慣化していくことだと思います。以上、あやはれでした。